こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、がっつりと色が乗っていて迫力があるイラストですよね。ゼル2019さんの作品で、タイトルは多くの料理人。こんにちは、斉藤先生。お世話になっております。こちらは私の最新の作品で、ぜひご指導をいただければと思います。これは彼氏へのプレゼントとして書いたものです。彼の D&D のキャラクターです。はい、D&D っていうのはね、ダンジョン&ドラゴンズっていうアメリカのテーブルトーク RPG のことですね。テーブルトーク RPG って自分のオリジナルキャラを作り出して仲間と会話ベースで進めていくようなゲームです。そのオリキャラをゼルさんは彼氏にプレゼントしたってわけですね。はい、めっちゃエモいですね。続き読みます。キャラクターの設定は多くの料理人です。見た目は少し怖いですが、実は内面がすごく優しい人です。ただし事件が起こった際には0時状態に入り、頼りがいがある形で問題を解決する、そんなキャラクターです。現在悩みは2点あります。1、緑色の肌色と暖色の食べ物が一緒になると色の調和が難しいこと。2、光と影のコントラストを強調するのが怖くて全体的に平坦な仕上がりになってしまったこと。もし他にも気になる点があればぜひご指摘ください。どうぞよろしくお願いします、とのことです。はい、ゼルさんご応募ありがとうございます。彼氏へのプレゼントってことでね、愛情に溢れていてとても良い絵だなと思いました。書き込みもねすごくよく書き込まれていて、細部にまでこだわっていて素晴らしいですね。はい、こういうフライパンとかもねしっかりと書き込まれています。彼もねきっと喜んでくれたのではないでしょうか。そんな絵をねちょっとこう添削させていただくのは申し訳ない気がするんですが、僕の添削の中ではねこういった多くのようなキャラあまりないので、せっかくならねチャレンジしてみようということで選ばせていただきました。で、今回添削するのはゼルさんも気にされている色ですね。この緑色の肌と食べ物の暖色がバッティングしているのではないか、そのせいでおそらく食べ物があまり美味しくなさそうに見えているっていうのを気にされているんだと思います。それと全体のトーンがちょっと暗くなってしまって沈みすぎているのも反省点として述べられていると、そんな感じですね。いやー、これね特に2番目面白いですね。これですね、日本人は逆なんですよ。白くなりすぎちゃって、で影色の暗い色を乗せていくのが怖いんです、日本人は。でもねゼルさんは逆、暗い画面は安心して作っていけるんだけど、そこにね思い切った光を乗せるのが怖いっていう、もう真逆のね進み方、真逆の感性なんですね。いやー、光と影の考え方の順番が民族によって全然違うのが僕はねめっちゃ面白いと思うんですね。これこそね個性ですよね。はい、大丈夫です。ゼルさんは書き込みについてはねもう十分すぎるほどしっかり書き込まれているので、色を見直すことでガラッと印象を変えることができると思います。特に食べ物がもっと美味しく見えるように解説を加えつつ添削をしていこうと思います。それでは早速いってみましょう。はい、まずですね、キャラクターが緑色であることは全然問題ないです。問題ないんですが、おそらくね、画面上で暖色が少なすぎるんですよね。それに加えて明るい色も、ほとんどない。だから全体的に色がくすんでしまって食べ物が美味しそうに見えないっていうのがあると思います。なのでまずはですね、最初こうしちゃいます。はい、背景を切り取って黄色にしちゃいました。おそらくゼルさんは調和を大事にする優しい方なんだと思います。でもですね、時には色同士を喧嘩させることも重要です。青や緑の隣にガラッと違うような赤や黄色を置いて、あっと驚くようなね色同士の喧嘩を起こさせることで華やかな印象を生み出すことができます。この黄色はですね、今はまだ浮いてますが徐々に馴染んで、そして効いてきますからね、楽しみにしていてください。で、ただの黄色の空間だとちょっと背景に馴染まないのでタイルを書き入れていきましょうか。はい、こんな感じ。タイルの凹凸を描くと一気に背景という感じがしてきましたね。唐突な色を使ったら一瞬ねイメージ背景に見えてしまうことがあるんですが、そこにこんな風に壁の質感とかタイルとかレンガの質感を描いてあげることでちゃんと実体のある背景として機能させることができます。さて、ただこれだけだと壁掛けのこのフライパンとかねナイフとかが唐突すぎますよね。ちょっと暗すぎます。この食器の色も若干調整してみますね。やってみます。
はい、こんな感じです。壁にねコントラストをつけすぎてしまうと背景だけ目立ってしまいます。背景が主役だったらそれでもいいんですが、今回は多くの料理人が主役ですから、背景のナイフやフライパンは少しだけ背景に溶け込むようになじませてあげます。はい、背景はこんな感じです。次はお待ちかね、多くの添削に移りましょう。まずちょっとですね、顔の角度を少しだけずらします。はい、これちょっとしたことなんですが、顔と頭が水平垂直だったのでちょっと硬い印象がありました。料理を作ってあげて入って差し出している瞬間なので、もう少しだけ雰囲気が柔らかいのもいいかなと思います。はい、ちょっとだけでもねこう角度をつけてあげると硬さが取れますね。そして背景、これをね黄色にしましたが、これはどういうことなのかっていうと、明るい光がこの空間に当たっているってことです。なので同じ空間にいるわけですから、多くにも明るい光を当ててあげたいですね。やってみましょう。はい、とりあえずですね、顔に明るい光を当ててあげて肌色を持ち上げてみました。ちょっとね書き込みがそのせいで潰れてしまった部分がありますが、そこは後でもう一度整えますので許してください。こういう明るい色、暗い中にね思い切って入れるっていうのは怖いですよね。絵の印象がガラッと変わっちゃいますから。でもね結構このぐらいコントラストをつけても全然平気でしょ。今はねちょっと浮いてるように見えるかもしれませんが、最終的には馴染んできますから、どんどん気にせずにやっていきましょう。次は影色です。影色もですね、光の影響を考えてちょっと明るくしましょうか。はい、大まかにね、光と影を入れて、でここからね、細かいシワとかを書き込んでいく感じです。続きやっていきます。はい、こんな感じ。ちょっとだけね青寄りに振ってあげて、黄色っぽい光が当たっているハイライトの部分と色相を変えてあげた感じです。そうすることによってあまり思い切った明度差、明るい暗いをつけなくても、ここは影、ここは光ってね一体感を強めることができちゃいます。暗い色ばっかり使ってしまって印象が沈んじゃった時には、こういった工夫をしてあげると明るいんだけど立体感もある、そんな絵作りができると思います。あとはですね、単純に表情が暗いっていうのもあると思うので、もう少しだけねこうニコッとさせてあげましょうか。はい、結構多くの笑顔難しいですね。でもなんだろう、こういう不吉祥な笑顔可愛いと思います。カメラの手前にいるのはね、わざわざ料理を作ってあげる相手ですから、そんな相手に向けては、普段はムスッとしているオークさんも笑顔になってくれると思うんですよね。はい、可愛いですよね、そう考えると。さあ、口を調整しましたので、ちょっとね目だけが沈んでいます。目も調整してあげましょう。やってみます。はい、目の色を明るくしたのと、あと少しだけ表情も笑顔にしてみました。あまりねはっきりとした笑顔にはならないキャラクターかもしれませんが、たとえ不吉祥な笑顔でも料理を相手に差し出している瞬間の顔がどういうものなのか意識しながら描くのはね重要かもしれませんね。あとちょっとこれはですね、僕の好みっていうだけなので気に入らなかったら無視してもいい部分です。少しキャラクターに暖色を追加してあげた方が特徴が出ていいかなとも思いました。僕だったらこうするかな。はい、鼻をですねちょっと赤くしてみました。ゼルさんは陰影によってキャラクターが平坦になってしまったと思っていると思います。それも確かにありますが、デザインによっても平坦さって解消できるんですよ。鼻をねこうちょっと赤くしただけでもここがパッと浮き立ちますから、平坦な印象を和らげることができると思います。キャラクターのカラーリングについても意識してみてください。さあ、顔の描き込みの上から色をのせてしまったので、若干描き込みが潰れて雑な仕上がりになってしまいました。少し調整しましょうか。
はい、顔の部分だけ仕上げてみました。さあ、じゃあちょっと見比べてみましょうか。顔の部分のライティングを変える前、はい、こうして見るとね、結構暗いんですが、ここにライトを当てて、こんな風に持ち上げてみた感じですね。いかがでしょう？多分ね、書き込み量は添削前の方がしっかりとした書き込みがなされていると思うんですが、しっかりと明暗差をつけて、色味を明るくしたことで、パッとね、目に入ってくる感じになったでしょう。これが色のパワーです。やばくないですか？かなり印象変わりますよね。さあ、今は顔だけ調整したので、他も同様に調整しましょう。体と手の調整ですね。まずは光を追加していきます。はい、こんな感じで影色の調整ですね。やってみます。はい、こんな感じです。若干ですね、料理を持つこの親指の角度を見直しました。料理にね、こう指が突っ込まれていると、さすがに気になりますね。指は突っ込まない方が料理が美味しく見えると思います。さてさて、キャラクターの部分の調整が終わりましたので、料理の色も調整していきましょうか。今はですね、キャラクターだけを明るくしちゃったので、より料理がくすんで見えると思います。でもね、この料理こそ明るくライティングをしてあげて、美味しそうに見えてほしい部分ですよね。で、僕がですね、特に気になっているのが、この料理の白でしょうか。白色。例えばこの目玉焼きの白とか、あとはこれはお米なのかな、多分お米だと思うんですが、このお米の白、あとは何といってもこの皿の白ですね。この辺りの白色が料理の色をあまり美味しくなさそうに見せてしまっている原因になっている気がします。解決していきましょう。やってみます。はい、まずは皿の色を変更しました。皿は青系統の寒色になっていましたが、ここを黄色寄りの暖色系統に振っただけです。結構これだけでもね、印象がガラッと変わりますよね。はい、料理が美味しくなりそうです。続いて目玉焼きに行きましょう。英語だとね、フライドエッグでしたっけ？はい、やってみます。はい、こんな感じ。卵の白も明るく、そして黄色みを加えてみました。で、こうするとやっぱりこの黄身の部分もね、若干くすんで見えますよね。ここも直していきましょうか。こうです。はい、どんどん美味しそうな感じになってきましたね。次にそうですね、この肉料理の赤、ここも若干持ち上げて、明るい赤にしてあげると、食欲をそそる色にできるかもしれません。やってみましょう。はい、こんな感じです。いい感じですね。お腹が減ってきました。これね、撮影してるのちょうどお昼時なので、めっちゃね、さっきからお腹鳴ってます。はい、もう少しの辛抱です。撮影終わったらね、ご飯食べます。そして次はですね、こうですね。はい、野菜にも少し光を当てて鮮やかさ、フレッシュさを強調してあげます。野菜の緑とね、お肉が引き立て合って美味しそうに見えますよね。本当にお腹空いてきました。最高ですね。さて最後、ご飯の色も明るくしていきましょうか。はい、こんな感じです。今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？今回はですね、造形というよりもほぼ色の変更のみでしたが、ここまで印象がガラッと変わってしまいました。かなりね、全体的に明るく、そして何よりも美味しそうになったのがお分かりいただけると
思います。はい、今回はですね、あんまり普段やらないというか、応募自体もね、少ない緑肌の多くの添削をしてきました。いかがだったでしょうか。おそらくね、怖い多く、シリアスなシーンの多くを書く場合には、ベルさんの元のテイストで書かれてもいい感じに味が出ると思うんですが、今回のように料理を作っているような陽気な多くを書く場合にはですね、しっかりと明るいライティングをつけてあげて、暖色の色味も思い切って使ってあげた方が、よりゼルさんが描きたかった雰囲気に近づけられると思います。ぜひ参考にしてみてください。はい、そして今回は海外の方からのイラストのご応募でしたが、海外の方から日本のデフォルメを見た時に、なんでそんなデフォルメの形になってんの？目の形なんでこんな形になってんの？何考えてんの日本人って瞬間結構あると思うんですよ。そんな時にはこちらの動画がおすすめです。日本のデフォルメを海外の人に説明してみた。こちらは海外の方が描いたイラストを日本風のアニメキャラっぽいデフォルメにする時に、僕が意識していること、どう考えてこうなっているのかについて解説した動画になっております。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いいですか？いきますよ。気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。